世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。小さい子供でも楽しめる童話、マッチ売りの少女や醜いアヒルの子など、子供の頃に読んだ人も多いのではないでしょうか。そしてアニメ化もされ、多くの人たちを楽しませているのですが、とあることで海外作品と比較されて話題になっていました。今回は日本アニメの影響力はあのディズニーにすら及んでいると話題になっていましたので、海外の人たちの反応と合わせてご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。1975年に東映が制作したアンデルセン童話人魚姫と、1989年にディズニーが制作したリトル・マーメイド。この2作品の類似点が話題になっていました。まずは類似点を指摘する映像を見てみましょう。どちらの作品も原作はハンス・クリスチャン・アンデルセンの人魚姫であり、当然似てしまう部分は出てきてしまうものかと思いますが、並べて見てみると確かに似ている点はありますね。映像でも次のような類似点が指摘されています。人魚たちが泳ぐ描写とお城のデザイン、オリジナルの友人キャラクターの存在、海に沈んでいる男性の石像に王子を投影するシーン、嵐のシーンなどです。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。この比較は興味深いね。そもそも日本版人魚姫が存在するなんて知らなかったよ。フランダースの犬やハイジも日本がアニメ化してるよね。もはやあの日本がアニメ化してないものなんてないのかも。ディズニーといえばライオンキングとジャングル大帝との類似性も有名だよね。そっちは散々言われてる話だね。人魚姫の方は知る人ぞ知る話だと思う。日本版見たことあるんだけど、本当に悲しかった。この映画は絶対に子供向けじゃなかったよね。子供の頃に偶然人魚姫を見たのを覚えてる。当時の東映は面白い試みをいろいろ実践してたよね。だけど最近は90年代のディズニーの成功の影響を受けて、ストーリーの進め方が大衆向けに変わってきてる気がする。日本版の人魚姫はディズニー版とは違って思いやりがあるけど、結末は本当に悲しいんだよね。そうそう、リトル・マーメイドを先に見てたから、あの結末には驚いたわ。っていうか、70年代の日本ってすごくない？あんなダークな作品を子供向けに作ってるんだもん。僕には日本版はかなり退屈だった。リトル・マーメイドの方がはるかに面白いよ。笑わせないで。日本版がオリジナルなんだけど、物語だってより深みがあるし面白いじゃない。オリジナルはあくまでもアンデルセンの童話でしょ。私はどっちもそれぞれ楽しめる素敵なアニメになってると思うな。小さい頃、クリスマスプレゼントにリトル・マーメイドのビデオをおばあちゃんに頼んだの。アリエルに会いたかったから。そして、いざプレゼントを開けてみたら、なんと日本版。あのストーリーは子供の私には怖かったよ。日本版は原作に忠実だもんね。基本的に悲しい結末が待っている原作の場合、ディズニーはポジティブなものに変更するから、そこは大きく違うね。ピーターパン、白雪姫、眠れる森の美女、あとはシンデレラだってそうだし。日本版はディズニー版よりはるかにダークで悲しいの。大人になった今見ても涙が溢れてくるわ。おとぎ話として物語を終わらせることに関しては、やっぱりディズニーは長けてるよな。
ディズニーはハッピーエンドによってプリンセスの夢を叶えるって面では優れてるね。日本版があったからこそディズニーはあそこまでの作品にできたんだよ。あのゴッホだって日本の浮世絵に影響を受けてるもんね。スター・ウォーズにマトリックス、日本の作品は素晴らしいものが多いし、その影響力は絶大だよ。これ、日本だからそれぞれの作品を評価し合う形になってるんだろうね。例のあの国だったら後出しでも期限はうちだ、パクるなって文句言うだろうな。その場合は見るに耐えないクオリティすぎて話題にもならないやつだよ。私は人魚姫自体の大ファンなの。だから話題になっている作品は両方ともビデオを持ってるし何回も見てるんだけど、似てるから何ってくらいどっちも最高の作品よ。原作同じなんだし、これは盗作とかって話ではないよね。どっちも楽しんでいるあなたが正解だよ。ディズニー版の魔女アースラと日本版の海の魔女はどちらも偶然黒と紫の配色であることも忘れちゃいけない。実は原作では人魚に名前はないんだけど、日本版では彼女にマリーナって名前をつけてるんだよね。マリナは日本人女性の名前でも使われるし、ヨーロッパでも一般的な名前。そしてラテン語で海を意味するマリウスの女性形がマリーナになる。よく考えられてるよ。まさしく、私のミドルネームのマリーナは母親がこの作品にちなんでつけてくれたのよ。こういう類似性を比較する動画ってたくさんあるけど、よく見つけるなって感心するよ。それは僕も思う。それだけ好きで見てるから気づくんだろうね。でも作品愛があるからなんだろうけど、盗作だなんだって騒ぐのはちょっと違うと思うんだ。私はどちらも名作だと思ってるよ。同じおとぎ話をベースにしてるけど、個性的なキャラクターや貴重な教訓を交えて、それぞれ違った方法でストーリーを伝えてる。もちろん好みは人それぞれだと思うけど、どちらも尊重されるべき。以上が海外の人々の反応です。ディズニーファンが多いかと思いましたが、原作があるので似てもしょうがないという意見があり、テイストの違うそれぞれの作品で好みが分かれていましたね。さて、今回の人魚姫のように作品内に類似性があると、パクリだ、盗作だ、いや、これはオマージュだよ、と論争になることがありますよね。この論争でよく出てくるパクリ、オマージュ、そしてパロディは混同してしまうことが多いと思います。この機会に違いを見ていきましょう。まずはパクリ。いわゆる盗作やコピー作品を指し、悪意を持ってこっそり使われることが多く、著作権などの関係で法的な措置を取られることもあります。そして往々にしてクオリティが低い傾向があるのも特徴。どこぞの国もお得意なようで、たびたび問題になっていますよね。続いてオマージュ。これは元となった作品や作家に影響を受けた作品であり、そこには尊敬の気持ちが含まれています。単純に構図やシーンを似せるのではなく、自らのアイデアを足してより良いものへと昇華されているので、元の作品を知らなくても十分に楽しめるのはもちろん、知ることでより一層楽しめることが多いです。コメントに出てきたスター・ウォーズも黒沢作品の大ファンであると明言しているルーカス監督によるオマージュが散りばめられています。2022年に公開されたディズニー&ピクサー作品の私時々レッサーパンダにも有名な日本作品のオマージュが込められています。それは主人公の名前、おしゃべり好きで賑やかな13歳の少女メイが主人公なのですが、聞きなじみのある名前ですよね。小さい頃に日本のアニメランマ2分の1や美少女戦士セーラームーン、そしてジブリ作品を見て育ったドミー・シー監督のちょっとした遊び心だそうです。最後にパロディですが、こちらはよくお笑いやコメディに使われる手法ですね。揶揄や風刺、時には批判する目的で模倣していますが、オリジナルへの愛があるからこそユーモアある茶化しと言えます。世界的に有名な絵画もよくパロディ化されており、モナリザはその最たる例なので、皆さんもご覧になったことがあると思います。また、モノマネ芸もパロディの一種。多少誇張しすぎたモノマネであっても、愛を持ってその仕草を研究したからこそできることですよね。
海外でも人気のあるアニメ作品サウスパークはたびたびパロディネタを取り入れて話題になります。いずれにしても後から作る側の思いによる分類なので、される側次第では問題となってしまうこともありますが、元作品への敬愛の精神があるオマージュとパロディは一つの表現方法としてオリジナル側も容認することが多いようです。ぜひ今回取り上げた日本版人魚姫とリトルマーメイドもそれぞれの良さを楽しみつつご覧になってみてください。似たような作品を見つけたらパクリ、オマージュ、パロディ、それぞれの定義に当てはめてみてみると新たな面白さが発見できそうですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。